pessoal! Tudo bem? Hoje o Rio finalmente vai aparecer no nosso vídeo e nós vamos falar, na verdade, sobre dois assuntos muito interessantes e eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Nós vamos falar sobre as nossas diferenças, né, dentro do casamento, prós e cons e também coisas boas e ruins de estar se casado com um estrangeiro, tanto da parte do Ryu quanto da minha parte. Vamos também responder algumas perguntas que vocês sempre fazem pra mim, por exemplo, se a família dele me aceita, se a minha família aceita ele e coisas do tipo. Bom, hoje também esse vídeo vai ser gravado em japonês porque o Ryu ainda não entende português 100%, mas vai ter aí pra vocês, né, as legendas em português. Eu vou editar direitinho para que vocês possam entender. Então, hoje vocês vão ver as minhas habilidades em japonês em ação. E contudo, pedir para vocês, por favor, se inscrever, compartilhar, puxar o sininho para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. Se você faz parte do Vale, muito obrigada. E se você ainda não faz parte, por favor, se inscreva e fique com a gente e venha fazer parte dessa nossa família Sara e Ryu. Então, vamos lá? Vamos lá! じゃあヒュー君、最初の一番質問したいことなのは、国際結婚の中で、いいところが、あなたにね、何がいいですか？お家にいて外国を感じることができるのはいいところだと私は僕は思いますね。例えばそのお家にいて英語を聞くこともできますし、例えば食べ物とか、日本の食べ物だけじゃなくて、妻がブラジルの料理を作ってくれたりもしますので、そういうところで日本にはいますけど、外国の文化を感じられるのはまあいいところというか、私は面白いなというふうに思います。そうね、一番いいエクザンプルは、例えば朝ごはんの時に、パウンチケージュ出てくるとかね、だいたいね、日本はそういうことがないから、それはヒュー君結構好きだし、時々もね、手作りクッキーとか、ケーキとか作ると、まあそれいいことと思います。ヒュー君も好きだし、でも時々ね、結婚、国際結婚式話したら多分相手のパートナーがあそこのパートナーのなんていうか食べ物とか好きじゃないそういう話結構聞くだけどね。そうだね、だからその相手の国の食べ物が好きじゃないと難しいと思うね、例えば私はイギリスに少しいたことがありますけど、あそこの主食よく食べる食べ物はじゃがいもだったりしますから毎日いろんなじゃがいも料理が出てきますね。で、私は日本人ですからお米すごく食べたい気持ちがあって、やっぱり2週間ぐらいでしたけど、お米食べたいのセンチメントがすごいあったから、やっぱりその外国で暮らすこともあると思いますから、それはやっぱり食べ物の問題っていうのは、一つの、合う合わないはあると思いますね。よく皆さんが誤解するのは国際結婚をすると外国語を勝手に覚えるっていうふうに思うんですけど、そういうことはないと思います。もちろんその外国家にいたり一緒に過ごしてて、その外国を聞いたり見たりする機会は増えるので、慣れることはだんだん慣れてくるとは思うんですけど、やっぱりその語彙をボキャブラリーを覚えたり、その文法を覚えたりっていうのはやっぱり自発的に自分からやっていかないと
一緒にいるだけで勝手に覚えるってことはないというふうに僕は思います。もしね、私はポルトガル語とね、英語だけヒュー君とコミュニケーション取りたい、それを決めたら、最初決めたらね、それだけしますけど、でも私はやっぱりヒュー君ね、もうちょっとディープコミュニケーション取るのために、ヒュー君の家族のために、日本ね、もうちょっといい仕事をするのためにも、日本語のモチベーションの勉強はそこから出てきました。だから皆さんそういうね、なんか外国人目指すレーションシップの人たちに相手のパートナーの言葉が学ぶことが大切と思いますね。私たちの共通の言葉はもともと英語だったわけで、でもしそのまま続けてたらサラの日本語はここまで良くならなかったと思います。サラはやっぱり JLPT っていう日本語の試験とか勉強したり、その街でやってる日本語のコースとか私たちの昔のビデオを見てくれればわかると思いますけど、そういうのに自分から参加したりして、で私に対してもその英語をなるべく使わないで日本語を使うようにっていう風にサラから言ってきたので、私は簡単な日本語を使うようにして使うようにしたので、こんなに良くなったと思うので、やっぱりコンフォータボーゾーンをから出ないとその言語が上手くなるっていうのはなかなか難しいかなというふうに私は思います。なんか他のブラジル人聞くけど、もしねあなたとヒュー君喧嘩があったら、何の言語何の語にするか、私はねブラジル人もちろんだからなんかポルトガル語全部話したけど、でもヒュー君はそこまでわからない。ヒュー君もなんか全部日本語言うと、私も全部わからないから、リミテーションがあるね。でその壁ぶつかるとなんかすごい大きくならない喧嘩ね。だからこれは言葉の壁のいいところだと私は思いますけど、もし日本人とかブラジル人だと喧嘩が大きくなりやすいと思いますけど、私たちの場合は使う言葉が限られてる、リミテッドしてるからそんなに大きくはならないと思う。喧嘩をしたいと思う、何か言いたいと思っても相手をカースしたりとかはしないのでそれはいいところでもあるかなとは私は思いますけど。ヒュー君、あなたにとってね、なんか他のいいところがありますか？国際結婚のいいところ、ブラジル人は良くも悪くも正直に言うところで、これは私にとっていいところだなと思うのは、結構日本人は本音と建前といって。Vou adicionar um adendo a esse vídeo para explicar a vocês dois termos que o Rio usou nessa parte, né? Que é o Roné e Tatemae. O que significa isso? Roné significa falar os seus sentimentos de forma sincera, com o coração aberto. Ou seja, coisa que os japoneses raramente fazem, mas muitas vezes é necessário, né? Principalmente dentro de um relacionamento, com os amigos ou com a família. E Tatemae geralmente é usado muito no mundo business. Tipo, você não vai falar exatamente o que você pensa, você vai se ajustar à maioria para que o seu negócio seja bem sucedido. Ou às vezes é muito usado isso também no mundo do trabalho entre os japoneses, ou para se ajustar ao chefe ou aos colegas de trabalho também, eles usam esse tipo de comportamento. Eles não falam exatamente o que pensam, mas eles falam uma coisa agradável para se ajustar ao ambiente que eles estão, ou para ajustar as pessoas com quem eles estão saindo ou com quem eles estão tendo um relacionamento business ou de trabalho. Existe a situação também de usar o tatemae para colegas ou para pessoas que não são muito próximas de você. Por exemplo, um colega que você encontrou apenas algumas vezes para sair conversar, ou ir para um shopping ou num cinema. Para não machucar muitas vezes essa pessoa, você não vai falar exatamente o que você pensa se ela fez alguma coisa ruim para você. Então você vai se ajustar a ela e vai fingir que tá tudo bem e a vida vai continuar. Então isso daí existe muito aqui no Japão.
Mas geralmente, se o seu amigo é muito próximo, se vocês são, né, brothers do coração, aí você vai usar o Roné, que são dizer os seus sentimentos sinceros. Se tiver alguma coisa que você não gostou, ele vai ter a liberdade de chegar em você e dizer sinceramente o que ele pensa. 本当の心の気持ちっていうのはなかなか分かりづらいところが、まあ同じ日本人でも感じるところはありますけど、でも妻の場合はもう思ったことはいいことも悪いこともパーッつって正直に言うんで、それはなんか分かりやすいっていうのは私にとってはいいところかなというふうに思います。ね、結婚したの後で、喧嘩があっただね、最初はね。ヒュー君はなんか直接に自分の気持ちとか自分のところが言わないから、ただヒュー君の気持ちは冷たくなる、それを気づいちゃうけど、でも聞くでもヒュー君仕事のことって言うけど、でも話すまで、結構時間かかる。なんか2週間とか時々1ヶ月ぐらいいちゃう。でずっと冷たくヒュー君冷たく感じるけど、でも気づいてない、何が悪いかわからないけどね。だからまあ他のカップルの人、特にその日本人とブラジル人で気をつけてほしいのは、日本人は結構我慢しやすい文化だと、まあもちろん人にはよりますけど、我慢しやすいので、なんか嫌だなって思うこともこう心に中に入れちゃう。でそれがどんどん重なって、まあなんか爆発しちゃったり、なんか急に冷たくなっちゃったりするので、まあそうならないようにやっぱり普段こう会話でなんか自分した方がいい。多分最初はね、私たちね、なんかウィスタン人なんかそれをめんどくさいと思ってるけど、でもしょうがない、これはアジア人の文化だから。そのウエスタンの人たちは結構その自分の考えを出すように教育エデュケーションされてると思うけど、とにかく日本人っていうのはその自分の考えとかよりもその、周りとかその空気を読んでそれに合わせる風にエデュケートされるので、まあそういう違いはありますよね。だからもし日本人がそのブラジル人の文化を知らないと、その何でも正直に言う話をするっていうことはすごくなんかわがままセルフィッシュに見えたりとか、自分勝手に見られちゃうので、まあそういうカルチャーだよっていうのを先にパートナーに伝えておくことも大切とは思いますね。だから皆さんそういうなんか気をつけた方がいいと思いますね。なんか皆さんもなんかちゃんとコミュニケーション取ってね、最初から。あとは他にそのブラジル人と結婚してよかったなっていうところは、その愛情表現がすごい直接的。どういうことかっていうと、例えばそのチアーモって言葉にしたりとか、あるいは、触ったりハグしたりとか、そういうのがまあ普通にできる。で私はその妻からの愛をすごく感じやすいので、それはすごくいいところかなというふうに思います。ただ逆に今度私の愛を妻に伝えるっていうのはまたちょっと難しくて、例えば日本ではそういうふうにその言葉で愛してるって言ったり、そのハグしたりキスしたりっていうのはそんなにたくさんすることはないので、でじゃあ日本人はどうやってその愛を表現するかっていうと、例えばそのお家の家事ハウスチュアを手伝ったりとか、あるいはそのいいプレゼントをあげたり、そのいいエクスペリエンス、例えばその旅行に連れてったり、そのいいディナーを一緒に食べたりとか、そういうことでその相手の好きな気持ちを表したりするので、だからまあ妻としては多分私がその愛してるって言わなかったり、そのハグとかキスがブラジル人に比べると少ないので、そういうところで愛を感じにくいんじゃないかなっていうふうには思ってるし、私としてもその普段しないことをもうハグしたり好きだよってやらないといけないので、まあそれはちょっと難しい大変なところでもあります
だから私はいつもアプローチしてます。もともとねアジア人ねの子供たちがそういう風に育てないから、ちょっと恥ずかしくて、ちょっと難しくて、それを感じるかもしれない。それをお互いにねチャレンジするかもしれない。特にその公の場、特に家の外で、まあ多分ブラジル人はそのハグしたりキスしたりっていうのはすごく抵抗がない、気にしないと思うんだけど、日本人はなんかそういうのはできるだけ家の中でやるものだと思うの で、これをこう外でやろうとすると、まあ相手が日本人は恥ずかしく思ったりもするので、でも別にそういうのをなんかしないから、その日本人は冷たいというふうには思ってほしくない、その愛情の表現の仕方っていうのがちょっとブラジル人と日本人で違うっていうのは先に頭に入れておくといいと思います。あとはそのよくその愛してるとチアモっていうのは同じ言葉としてこう考えられますけど、やっぱりその使い方も違いますし、その重さも違うというふうに思います。ブラジルでチアモは結構ね、夫婦だったり付き合ってたらもう毎日のような挨拶のように友達もいたりとか、使うけど、じゃあ私がその日本人の友達に愛してるっていうかって言ったら多分使わないと思うしそのパートナーであってもやっぱりその特別な時、プロポーズしたりとか、なんか結婚式とかそういう特別な時に出てくる言葉であって、その毎日愛してるよ愛してるよっていう風には日本人は使わないと思う。目立つのところ結構私たちは結構感じただね。なんかアジア人とボスタン人と一緒にね、見ればそれすごい珍しい。だから日本ではね、日本でね、なんか特に外国人と日本人とかね、だからそれなんか面白い経験があるからヒュー君お願いします。まあその私たちはその見た目カップルとして見た目がユニークなので、まあ、知らないおばさんから話しかけられてレストランでね、そういううちの近くに住んでるでしょみたいな言われたこともありますし、そのまあ良くも悪くもその他の人たちから注目を集められやすい、まあ覚えられやすいっていうこともありますけど、まあでもその代わりやっぱりジロジロ見られたりね、することもあってやっぱり日本ではちょっと外国人少ないのもあるし、特にその白人で金髪なんていうのは結構注目されやすいので、でしかも一緒に歩いてるのがこのチビのアジア人なのでなのでこれはどういう関係だみたいなね余計にこうなんか人からコレクトアテンションしやすいから、まあ多分私がその他の例えば日本人と付き合ってたらそういうことはまずないと思うし、妻も例えばブラジル人同士でカップルだったら、まあ、そこまで外国人のカップルだなぐらいで終わるんだけど、あれ日本人とその西洋人っていうのはの組み合わせっていうのはやっぱり日本人でもちょっと珍しい。妻が僕より身長が高いので、そうですね。なんかそのね身長低い人が外国人の彼女をパートナー連れてるのはやっぱり日本人にとってなんでっていう感じになっちゃうみたいで、なんか日本人の女性は結構男の個性が高い人が目指す、でなんか私はねヒュー君の身長高いより人と結婚したとか付き合ってたらそれをなんでとかどうしてとか、ね、時々まあ日本だけかわからないけど、その結婚相手の条件に自分より背が高い人っていうのをこう、まあ入れる人はいると思うけど、でも結婚生活っていうことを考えたらそれより大切なことって僕はもっとあると思うんですよ。っていうのはその離婚する理由が例えばその浮気チーティングだったり、そのドメスティックバイオレンスだったり、そのギャンブルとかアルコールの
依存症だから、アディクションアディクションがあったり、っていうことが原因であればそのハウスチョアを手伝わないとかね、家事ね、家事手伝う手伝わないで揉めたりすることが多いので、その身長とか外見外の見た目よりもやっぱりその結婚ってことを考えるのであれば、それよりもその中身をもうちょっと見た方が、僕は相手がたとえ身長が低くても、心が広い方が大きい方がとにかくその中身を見るってことはすごく大切と思います。今日でお話終わりましょうね。でもありがとう、皆さんここまで見た人でありがとうございます。それでも意見がいる人もコメントした人があっても下のところでコメントセクションをコメントしてください。お願いします。Se você gostou esse vídeo, pressione like. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Até mais.